この動画を最後まで見ていただければ、アサギ色のイメージが180度ひっくり返ります。アサギ色の知られざる側面について、一緒に探っていきましょう。皆さん、こんにちは。このチャンネルでは日本の伝統食を一食ずつ取り上げてゆっくり丁寧にご紹介していきます。今回ご紹介するのは現代の日本でも人気のある伝統食、アサギ色です。今の季節にぴったりの涼しげで爽やかなアサギ色。アサギ色にはどんな意味や歴史があるのでしょうか。爽やかでおしゃれなイメージとは違うアサギ色の知られざる側面を一緒に探っていきましょう。アサギ色、JISの慣用式名では鮮やかな緑みの青、他にも緑がかった明るい青色など資料によって様々な表現があります。英語ではターコイズブルー、ペールブルーグリーン、ライトインディゴなどの表現があるようです。染色方法はタデアイでの藍染めですが、主に生葉で染められることが多いようです。浅い藍染めは緑みを帯びるので、このような鮮やかで爽やかな色になり、アサギはその様子を若いネギの色に例えた染色名です。今回のアサギ色とよく混同される色にアサギ色、薄黄色がありますが、アサギはイネ科のカリアスというススキに似た植物で染めた浅い木の色のことで、アサキキ、アサギ色となりました。平安時代中期にはすでにこの2つの表記が混同され、歴史物語今鏡にも青い色なのか黄色い色なのかよくわからないと記されているほどでした。江戸時代には有足古実研究家の伊勢貞忠や国学者の本居宣長などによりこの御用を正そうという試みもありました。さらにアサギ色を薄卵と呼び替える試みもあったそうです。現在の主だった色彩辞典や各種カラーコード表、カラーサンプル表などではアサギと書いて薄木との読みが採用されているものが多く、アサギとの混乱や御用への改善がなされているのかなと個人的に感じます。アサギ色の名が文献に登場するのは平安時代です。平安時代の位階制度においてアサギ色は6位の肝心が着用する方の色と定められていました。肝心は1位から9位までの位階があり、5位以上のもののみが貴族と呼ばれ、6位は決して高い位ではありませんでした。紫式部の源氏物語の乙女の巻ではこのアサギ色が印象的に描かれています。光源氏は息子の夕霧をあえて低い位である6位からスタートさせ、大学寮で学問に励ませます。夕霧は自分よりも身分が低いと思っていたいとこたちが4位や5位の位階を持つ中で、6位の証であるアサギ色の方を着ることを屈辱的に感じ、不満を抱きます。夕霧の祖母大宮までもがそのアサギ色の感服を見て光源氏に抗議するほどでした。このエピソードは当時の人々がアサギ色に抱いていたネガティブな印象をよく表しています。しかし夕霧はこの不満をバネに勉学に励み、優秀な官僚として成長していきます。アサギ色は江戸時代に大流行した藍染めの色の一つとして広く庶民に浸透し、江戸から遠く離れた地方にも広まりました。しかしその普及ゆえに皮肉な意味合いを持つこともありました。地方から江戸に出てきた下級武士たちは江戸の最新の気風や吉原の作法などに疎かったためからかいの対象となり、彼らが着物の裏地に流行遅れのアサギ色の木綿を多用していたことから、野暮で無粋な人、田舎侍を揶揄する代名詞としてアサギ裏やアサギ侍
などと呼ばれるようになりました。着物の裏地を絹にするなど、見えないところにお金をかけるのが粋とされた江戸っ子の文化と対照的だったのです。武士の切腹の習わしにおいて浅葱色は重要な役割を果たしています。切腹は武士が自らの忠義や覚悟を示す自決の方法であり、その際に着用する上下を水上下と呼び、その色は浅葱色であったとされています。さらに切腹の場では逆さに返した畳を2畳、その上に4幅約150センチメートルの浅葱色の布が敷かれます。これは中国の故事碧血にちなんでいます。忠義を貫いて自決した者の流したちがその後地中で宝石の碧玉と化したというものです。自決して流れた血の赤にこの着た敷いた布の浅葱色が合わさり、碧玉の色碧色のようになります。浅葱色は武士の死に装束の色であり、忠義と同時に死ぬ覚悟ができていることを表す色だったのです。時代劇でよく見かける上下が真っ白な切腹シーンは見栄えを狙った演出であり、実際には白い上下は他者の葬儀への参列時に着用する喪服です。また江戸時代から幕末にかけて歌舞伎役者などの著名人の訃報を伝える死絵という浮世絵では、亡くなった役者が前述の浅葱色の水上下を着た姿で描かれることが典型でした。水上下の浅葱色は死や喪を表す色として視覚的にも重要な役割を果たしていたと言えるでしょう。幕末の京都で活躍した新選組の大服に浅葱色のだんだら模様の羽織が使われたことは非常に有名です。しかし隊員たちに不評だったのか、理由は定かではありませんが、1年ほどしか着用されなかったようです。浅葱色の法被を見たという最後の目撃証言は、新選組の名を一躍有名にする池田屋事件であると言われています。新選組の法被の色が浅葱色であることが武士の忠義と死への覚悟を表していると広く言われていますが、一方で新選組が京都の壬生に身を寄せていたことに関連して、壬生に古くから住む人々の子孫の方々の話では、壬生という場所が湿地帯で昔から素晴らしい水が湧く場所であり、儀式などでお客様を迎える際には家紋のついた水色と白の2段の幕を門に掲げてお迎えするのだそうです。それらのことから水色は壬生を代表する色であり、壬生で生まれた新選組はその水色を借用したのだという説もあるようです。現代においても浅葱色はさまざまな場面で使用されています。まず神事や儀式の中での浅葱色についてご紹介します。神社などでは主に若手の神職の方が浅葱色の袴を着用しています。また目にすることが多いのが浅葱幕と呼ばれる浅葱色と白色の縦縞模様の幕です。これは神聖な領域を示す目印として主に地鎮祭や上棟式などの神事に使用されます。浅葱幕が張られた場所は立ち入ってはいけない神聖な場所であり、神様と接する場所を示し、祭壇周辺を囲うために使われます。さらに皇室行事である新年祝賀や園遊会などの祭事でも使用されます。ちなみに浅葱幕の歴史は紅白幕や黒白の鯨幕よりもはるかに古く、戦国時代には合戦時に陣幕として使用されていた歴史もあります。歌舞伎にも浅葱幕というものがあり、こちらは浅葱色一色で構成された舞台一面を一枚の布で覆い隠すための大道具です。浅葱色は空や空間を表現していると言われ、舞台の光景を瞬時に一変させるために使われます。吊るされた幕を瞬時に床に落として舞台を出現させる振り落としや、演技中に天井から幕を落として一瞬で舞台を覆って隠す振りかぶせなどの仕掛けに使用されます。そして昆虫の世界にも浅葱色をした個体がいます。皆さんにぜひ覚えて帰っていただきたいのがアサギマダラという渡り鳥ならぬ渡り鳥です。アサギマダラは 1000km 以上もの長距離を移動する習性で知られ、中には和歌山でアサギマダラを放った後、約 2500km 離れた香港で再捕獲された記録もあるそうです。アサギ色をした美しい羽とその途方もない飛翔力にただただ驚くばかりです。
アサギ色と相性の良い配色を2パターンほどご紹介したいと思います。1つ目は清少納言の枕草子の中の小白川というところはの段に出てくる配色です。旧暦6月の暑い日、神立ち目3位以上の貴族が二愛の差し抜き袴の一種直し上着の一種の下につけた浅木の片びら内側の衣服が透けて見えるように着こなしていらっしゃるというくだりがあります。この浅木色と二愛の配色を見てみましょう。この2色は色相関上では赤、黄の反対に位置する色であり、徹底的に暖色を排除することによってさらに涼しげな印象を与えることにつながっているように感じます。2つ目をご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典大正昭和の色彩と商品デザインの中にも浅木色を使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、一例をコンピューター画面上に再現してみました。動画内に記載のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。青磁色、憲法色、白色との組み合わせです。今回は伝統色の中でも特に有名で現在も愛され続けている浅木色をご紹介しました。日本人にとって様々な深い意味を持つ色なだけに動画のボリュームが少々大きくなってしまいましたが、皆さんの心にはどのような印象が残ったでしょうか。このチャンネルでは今後も様々な日本の伝統色を取り上げていきます。もし気に入っていただけましたらぜひいいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統色がありましたらぜひお聞かせください。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。